1億ぐらいテーブルに置いてる人が2人いて30万ドルぐらい置いてたから、トム・ドアンが30ミリオンのポットを買ったってことがあるらしいんですね。どれぐらいまで打つんですか、でも長い時は。1日10時間とか言うほど長くないですよ。10時間。10から12時間。それで長くないってなる。でもだって長い人はすごいじゃない。まあそうですね。10から12時間だけど休まないんで、50日間休まないで10から12時間。そうですよね。だいぶきついですよね。普通の企業だったら相当ブラックですけどね。まあ確かに。でも300時間は10時間かける30日300時間。そんな無謀な数字でもないですよね。普通に寝れるし。それはでもどういう楽しいと思って言ってるのか、どっちかって言ったらまあ普通のなんか普通の仕事って言ったらあれですけど、ちょっとしんどいけど稼ぐためにって思って感じで。しんどくはないですよね。楽しいっていう感じですか。楽しいけどなんかめちゃくちゃワクワクっていう時代は通り過ぎましたね。ああ、なるほど。まあしんどくはないです。まあそれなりに楽しい。なんかそこそこって感じですかね。その中でトーナメント出るっていうのはどういう感じです？キャッシュゲームで結構勝ったらトーナメント出るとかそういう感じでやられてるんですか？トーナメントはね楽しいんですよ。楽しいですよね。楽しいね。楽しい楽しいね。ヘルメスとかそういう、まあ今年はダニエル出ないって言ってるけど、ダニエル・ネグランドとか、まあそういう有名な人たちと1500ドルトーナメントで割とデイ1から同卓できたりとかします。そういうそのヘルムスとか、ネグランドみたいなもうめちゃめちゃ有名な方々じゃないですか。とも木原さんって結構おしゃべりする機会とかってあったりするんですか？まあそれはもう何度も売ってるんで。もうじゃあ結構顔見知りみたいな感じ。まあそうですね。すごい。木原さんが今まで見たことある中で、最高レートのポーカーってどれぐらいなんですか？実際に見たことがあるって意味では自分が打ってる隣のテーブルで300、600のビッグベッドミックスを打ってるのが見たことがあります。それは1回のポットで最高どれぐらい動くものなんですか？フォールデムじゃないと思うので。でも1億ぐらいテーブルに置いてる人が2人いてあと少ない人が30万ドルぐらい置いてたから多分そんな1000万ぐらいか少なくとも。それめちゃくちゃディープで4人で打ってて、それでもあれですよ VIP ルームじゃないんですよ。 VIP ルーム使われてて、その平場っていうか奥だけど1億置いてる人が押しのけられてるんですか？そうその時のじゃあ VIP ルームにはもっと高いレートがやってたってことですか？でもどうなんですかね。 VIP ルーム見えないんですよ。レートも分かんないんですよ。ベラジオの VIP ルームは分かるんですよ、どのレートやってますか。でもアーリアの VIP ルームってどのレートやってますか教えてくれないんですよ。表示されてないんですよ。なんかチップがもうその人しか換金できないみたいな感じになってるんでしたっけ？そもそも、ある程度以上の高額チップ、1000ドル以上のチップって1000ドルのゲームを使う、1000ドルチップを使うゲームをやったことがなかったら換金拒否されますよ。そもそもの話で、自分は5000ドルまではいくらでも両替できるんですけど、25000ドル以上は自分はクレジットがないです。25000ドル以上は両替できない。であそこで使ってたのは25000ドルチップとか、なんかだってね、25000ドルチップ1本で、50万ドル1本20枚ね、とかなんで、これが350万とかするんですよね。こねこれが車1台分みたいな。こんなのがね。アーリアでトム・ドアンが30ミリオンのポットを買ったってことがあるらしいんですね。今のレート45億ぐらいのポットを買ったことがあるらしくて、25000ドルまでしかなかったら1本で50万ドルでしょ。で10億になるには、これが20本なきゃダメで、そんな大量のチップ使わないから、さすがにその上のチップは持ってますよね。10万ドルチップは絶対ありますよね。あとは50万ドルチップがあるかどうかですね。50万ドルチップだったら1本で、50万ドルチップがあれば1本で10ミリオンになるんで。そっかそっか。女性だからタイトって思ってる人もいて、ブラフがすごい通る場面もあれば、なんか逆にその女性だからこうなめられるっていうか、なんかコールしてやるみたいな感じでコール方になるような、お金あげるよみたいな人いますよね。
逆にだからなんかそれもいますね。負けてるけどいいよお金あげるよみたいな感じのコール。そうでこっち負けるんですよ、降りてよみたいな降りてよだったら降りてよって感じなんですけど、なんかその女性って人によって見方がすごい変わるんですよね。だからなんかやっぱ人によってこっちもプレーアジャストしようとするのに結局向こうがどう見てるかが分かりにくいっていうのが結構女性みんな持ってる悩みかなと思う。でもスタートで30分ぐらいプレイしたら分かりません？3週ぐらいプレイしたら大体もう。私が下手なのかもしれないですけどでもその初見がやっぱり、キャッシュゲームだと何時間もいるからいいんですけど、トーナメントだとやっぱり限られてるから、そういう時って結構その人の雰囲気でこっちも判断しなきゃいけない場面が多いのに、それがしにくいなって思うことは結構ある。女性のトッププロでクリスティン・ビックネルって分かります？最初の時に自分同卓した時なんかすごいめっちゃアグレで、なんか一回打ち出したら止まんないみたいなタイプだったのをすごい思ってます。もうだから女性だから下ろせるみたいないうところをすごい最大限利用しているっていう感じでしたね。でも僕は結構もうそもそも海外キャッシュを打った経験が1回とか2回しかないので、なんかそうなるとその1-3とかでもそのバイン全部なくなると結構嫌な気持ちになるみたいな感じなので、なんかそのすごい分散大きい、もうなんか何でもかんでもオールインみたいなことされると、そういう相手とずっとぶつかったら何倍インかもうなくなっちゃったりするじゃないですか、っていうのがすごい最初キャッシュ打った時とかにすごい嫌だった思い出はありますね。もうなんか慣れてくるとそれが美味しいと思う。そうですよね、なんですけどもやっぱ最初座って学生でもうキャッシュ初めてでってなると、みたいな感じで、そんなことせんといてみたいな感じで思ってたんと違うみたいな感じにはなりますね。やっぱもうなんか嫌なプレイヤーというか単純に上手いだけなんだけど、なんか本当にコールしたら全部バリューが出てきて、でも頻度的に絶対ブラフいっぱい打たれてるのにめちゃくちゃ下ろされてるのに、たまにキャッチしたら全部バリューが出てくるみたいなプレイヤーがたまにいますね。あれ何なんだろうと思うけど、ありますね、そういう。何なんだろうと思うけど、でも自分も割と隠した相手には同じことできているっていう感覚はあるから、あれマジでそういう人にポジション取られたら最悪ですね。自分本人じゃ分かってない傷があるのかなとか、そういう疑いまでもう持ってきちゃってそうです、なんか何かしらに出てるみたいな。でも自分が格上側から見たら、なんか単純に格上側としてその格下にバリューを全部コールさせてブラフ全部下ろすみたいなことやってるから、その時になんかその時に考えてることはそういうテルとかを見てるわけじゃないから、違うんだろうなと思いつつ、なんか難しいなってそういう時には思いますね。そういう時にはじゃあ何を考えて？もうアクションからハンドレンジ具体的に推測してとか、本当単純にすごいシンプルなポーカーですよ。なるほどなるほど。もう本当レンジが割と透けるんですよ。あとめっちゃ透けるのは、この人は3発打ったらセカンドペア降りるのとか、この人はトップペアは絶対降りないなとか、トップペアセカンドペアあたりの扱いをこの人はどう扱うのかっていうことを読んでいるんですよ。それをそこまでの1時間とかのプレー、1時間2時間のプレーから、この人はこういうプレーやっていうのを見ていて、でこの人はこういうハンドをこうプレーするから、じゃあここはブラフをしないでおこうとか、じゃあここはブラフをしようとか、そんなことを考えてますね。実際にプレーするっていう中でやっぱマネープレッシャーとか、その下振れって分かっててもずっと勝てない、キャッシュゲームだったとしてもずっと勝てないみたいな感じになったりすることもあるじゃないですか。ありますね。自分はかなり強い方ですね。ただこれは歴が長くなれば解決します。というのは、仮に、過去にポーカーで1億円勝ったとするじゃないですか。下振れで100万円下振れだと。それでも別に1億が9900万になったわけなんですよ。勝ってればですよね。トータルで勝ってればね。トータルで勝ち続けていれば、結局その勝ちがちょっと減っただけなんですよね。なんか例えば5-10で10番イン負けたと、めちゃくちゃな下振れだけど、でも1億が9900万になったと、別にそんだけじゃないですか。そんだけバックグラウンドで勝っていれば、別にだから過去の勝ちがちょっと減っただけっていうふうに人生トータルで思っていれば、なんかあんまり来なくなりますね。16年やってるとそうですよね。最初の頃はでもそうですね。自分プロになった瞬間ですね。プロになった瞬間というか、大学卒業した瞬間30番イン下振れたんですよ。下振れてて負けたんですよね。これめちゃくちゃしんどかったです。でさらにただタイミング悪くって、
大学卒業したばかりですごい時間がなんか持て余すというか、いくらでも時間を自分にポーカーに使えるようになって、他の人はいろいろやりながらやってるのに自分は今ポーカーしかやってないのに今切れるのと何やってんだみたいな、これはめちゃくちゃメンタルきましたね。それは自分の中で下振れって思ってたんですか？それとも下振れでしたね。はい。下振れ30番円ぐらい負けると、下振れって頭でちょっと思ってても、もしかしたら自分は下手なんじゃないかとか、向いてないんじゃないかみたいなことってやっぱ思っちゃうと思うんですけど、思っちゃいます。わかります。はい。い。やっぱそれはでも確固たる自信がつくのはついたのは多分2014なんで、それ2011なんですよね。2014ぐらいかな。これはポーカーの世界で自分はもう負けることないだろうなって思ったのは2014ですね。そこまでは、結構やっぱりいろいろなんかメンタル狂うこともあれば、少しずつ減ってはいるけど、その間もプレーし続けていたんですか？そうですね。それぐらいの時が時期が一番ポーカープレイしてたんで。ポーカープロになってすぐそうやって脱落していく人っているじゃないですか。それはどっちのタイプが多い？即脱落する人はだけど、割とちょっといいところに行ってズドーンっていっちゃうのが、そこバランスよく取るのは難しい。実は有名プロだけどお金全然ないとかすごいよくある話ですよ。